空手技ショップの社長が沖縄空手を学ぶ。来年2月の京都店オープンに向けて、三ツ星グローバルの木村社長が空手の原点を探求するグレートジャーニーオブ空手技。ほとんど受けて捕まえて崩しながらっていう。今回も剛柔流の八木昭人先生から沖縄空手の鍛錬器具と相手を掴んで引きつける技術を学びます。さっきのこのまず鍛えるで、そのために鍛錬具が使われるっていうイメージです。そうですね、鍛えるためのですね。まあ、でパッて出すと、例えばこのカメは前もやったんですけど、指で持って指を鍛えるとか、重さがあってですね、指で鍛える、重さを入れていったりして、前空っぽなんですけど、肩が上がらないように肩の筋肉を締めて、脇が開かないように脇を締めながら回してとか。回す。どうぞ。こういう指をさ、そうこうか。まあこうですね。この指の筋肉ですね。社長、この前見ましたけど500万円します。マジですか？もうちょっと低いところでじゃないですか。そうです。これすごい。で、多分今持てるということは、翌日カップ一杯の水を入れて、でちょっとずつ明日はまた一杯、最後は風呂になって持ってて、次は水が終わったら砂、コップ一杯の砂で最後は持ってて、最後は砂利入れてとか、中にっていうと中もありますよ、一応中で開くと。開く力、閉める力、開く力。難しい。うわ、ここら辺すっごい。これ落ちるわ。いわゆる手ですよね。手をどう使うかっていう。色が変わるぐらい開いて握る。中から汗が出てきます。そうですね。ここギュッて握るだけまだすごいね、やっぱり説得力がなんか。開いた色も変わるぐらい力。手のひらの筋肉、指の筋肉全部。僕言ってないですけど、細かいのが全部痛いですもん。そうですよ。結構パッと払われるところとかめちゃくちゃ痛いですよ。なんか僕の考え方ですけど、結構やっぱ海外とか回ってると、この肩の動きはどういう意味なんだっていうアプリケーションですよね。この分解開催、これはどういう意味かとか、これはみんな考え方違うと思うんですよ。入ってきた動作とか、で伝えきれるのは習ってきたものを分解開催を伝えるのがまあ伝統の考え方ですね。伝統、うちの伝統はこうです、こう来たらこうです。でもそれだけじゃ物足りないので、プラス自分のプラスアルファが必要ですね。習ってきたものばかりだとコピーになるので、プラスこうもいけるんじゃないか、こうもいけるんじゃないか。でももっと大事なのは、例えば筋トレもジムとかでこう重たいなのを打つじゃないですか。でももしかしたら自重でできるっていう腕立て伏せとかもあるじゃないですか。自分の持ってるものをどう使うかっていうのを伝えたら、誰でもできるような老若男女、いわゆるですね、この子供から年配の方まで自分の持ってる筋力を使って受けながら入る、避ける、さばく、筋力、例えば殴ってきたのを、例えばですけど、いろんな来たものにダンダンダンとかいろいろあると思うんですけど、殴ってきたものをバーン投げるとかいろいろあると思うんですけど、例えば伸ばしてください。こんだけ避ける、こんだけ避ける、こんだけさばくだけっていうのを自分の体の使い方で一瞬で取り方とか、だからどの筋肉を締めて開いて緩ましててっていう自分の体の使い方ですね。親指とか小指とか、体動かなくても軸を回転させるとか、そういうの細かいのを言ってるけど、なかなかもっとやっぱ派手なのが好き。しかもパッとできるわけじゃないですよね。鍛錬した後に。そうですね。自重で自分の持ってるものをどう力に変えきれるか。もしかしたらアジアの人は小さいかもしれない。DNA が違う。
もう大きなものに勝つために任すために、それはもう、まあ、野球でもサッカーでも、ね、なんか自分の持ってるものを速さを力に変える、体の使い方を力に変える、技の使い方を力に変えて相手に伝える、こんなのももういわゆる前も言ったんですけど、カンカンにビスケットとか、まあ、棒を入れてセメント流し込んで、で不安定じゃないですか。多分そういう鉄アレとかそれがない時代に自分たちで作ってこう鍛えてたんじゃないか。それはそうそう内から外に、外から回して手首を横回して前に、次は外回して前に。この時にじゃあこういくと体と一緒です。脇がいたら重たいやつこっちが下がります。脇を締めて手首肘伸ばして突きと一緒。手首を肘を曲げないで手首で持ちます。1、2、1、脇を締めたもん。そしたら楽なんです。もうこれはもう軽い方なんで小さいのしかないので、楽ではないですね。こういうの行きたいと思う手首とかってまあこういうのもないですかね。東京とかあんまり見たことないですよ。見たことないです。こういうのもいいかもしれないですね。これだって作ってますよね。はい、作ってます、ね。この状態で売ってるわけじゃない。この状態で売ってるのもあると思います。ちゃんとした棒。そうですか。これ自分たちでね、塩化ビニール。例えばですね、これがさ、こう回すじゃないですか。手首だけで。この動きが手だけでやったらこんだけなんですよ。じゃないですか。この動きっていうのはこの動きと一緒なんです。引くとき。例えば。だからすみませんですか。いいですか。例えばついてきたものを見て捕まえてこう引くのとか。こう無慈悲な感じとかっていうんですか。同じ動きでごめんなさい。だから結構これで手首を鍛えられて捕まえて引くっていう。そうどっちまでも、そう持っていく手こっちも。例えばついてきたのを受けてこう引くっていうのをさ、自分のところに持っていくわけ。思いっきり引いて崩す。こっちも、上の方を取ればやっぱ下に下がりますからね。下に下げたら勝ちですよね。柔道でもなくても崩すときに落とし込めれば上を崩すか下を崩すか。それに繋がってるわけです。そうね。だからこの手がキッとレベルになるっていう。八木先生の剛柔流には衣服を掴んだりとか、掴みの技術っていうのも入ってるわけなんですね。掴みの技術ってもうほとんど受けて捕まえて崩しながらっていう、崩すために引くために捕まえるっていうのがかなり重要ってことですね。かなり重要。ほとんどの方の分解開催が掴んで引いて崩して自分のところに持ってきて直角に当てるとか、蹴りもですけど突きもですね。社長結構そこって重要だと思うんですよ。掴むっていうことが前提になってるっていうのが今の空手とは全く違う発想。でも今の空手も実際構えてガーンっていう速い突きじゃないですか。こんなの受けて捕まえきれるかなっていうのもあります。なるほど。それよりは打たせて当たっても当てる瞬間まで当てた瞬間に取るとかっていう。なるほどね。バーンって引いてくるのは捕まえきれないんじゃないかなと。速すぎる。はいバーンってくるんです。バーンってくるんです。沖縄空手はじゃあノンコンタクトではない。もともともう自由組手がないんですよ。そうなんだ。自由組手はもう NG ですよね。まあ、うちの道場は先生の教えはですね。約束組手はあります。こう来たらこうしましょうっていう練習ですね。じゃあもうそもそも競技がそもそも違うじゃないですか。だから競技じゃないんですよ。違いますよね。はいだから当てる当てないとかっていうものじゃないわけですよ。殺さない。そうですね。ここ急所を狙うのが空手の中にあるので危ないですよね。やめでお医者さんドクターが飛んできて大丈夫かっていうのもないですもんね。実践の場合にここ打ったらダメとかね。じゃあ競技の方がよく沖縄に勉強しに来たりしてるじゃないですか。何を勉強し
そう現実結構うちの道場で多いのは海外の人も含めて競技のやっぱすごいですよ。みんな速いし相当練習してるし、稽古してるなっていうのも分かるぐらい。何しに来たの？違う両肌の見てはっきり聞きます。やっぱり沖縄が空手の発祥の地ということでどうしても体験してみたかった考え方が僕と同じぐらいのレベルで、そうかもしれないですいや見てやってみたいっていう感じで来てる。どっかのチャンピオンもいるし、やったかなんで前についた時に力抜けるでしょと。でも当てればポイント取れる、倒れないよこの突きじゃん、倒すつもりで突きなさい。それぐらい違うのかもしれないですね。でも戦わないでこれどんな人が受けるかっていう、パーンパーンではないですね。パーンパーンって2つ当てたりするので東洋の武道が多分各国で頂点を極めたヨーロッパチャンピオンとか国のチャンピオンとかが例えば30歳になってもう、サッカー野球でコーチですね、指導員となってクラブを作っていく、同じことを子供たちにもしてその人たちも優勝していくで同じ繰り返しの中で頂点を極めた人たちが原点回帰で沖縄に行ってみよう、こうだったんだって思ってくれる人と、そうでもないです、大したことないな、俺たちはもっと強いぜ速いぜみたいな人たちもいるし、それはもう自由なんですけど、体験して原点の空手っていうのはそうなんだ、こんなのやってどういう意味がジムで鍛えた方がそういうんじゃないとかいろいろありますよね、考え方は。で原点に戻ってきた人たちがこれがいいと思ったところで、じゃあうちも例えばですけど、うちの場合八木道場名武館の支部にしてほしいと、だったらまた一から学び直して3段まで行ったらじゃあ支部長として戻りましょうで、同じことを教えてください、伝えてくださいっていう感じです。面白いですよね。今なので颯としては今まで競技空手技中心にサポーターだったりとか、軽い動きやすい道着を中心に扱ってて、今度京都を機にこの武具を扱い出すっていうことで僕来させてもらったんですけど、そもそも考え方も世界観も違う次元に突入していって、颯としてもですね、でさっきのこんな概念で作ってないですよ、僕は道着をそもそもちゃんと耐久性もあって、っていうところも考えていかないといけないし、すごい面白いですね。This is Osaka, Japan. Mitsubishi Global's Kimura Shacho is visiting a textile factory. The looms are running, making a loud clatter. In fact, the fabric for the Hayate karate gi is woven at this very factory. He is holding extensive discussions with experts to develop new fabrics. And now, Kyoto, he is meeting with a kimono sales expert. This is in preparation for the opening of Hayate Kyoto next February. Ideas are constantly springing to mind for Kimura Shacho. Stay tuned for the grand opening.